江戸時代の人は老後をどうやって生きていたのか。老後という見えない不安。老後という言葉を聞いてあなたは何を思い浮かべるでしょうか。年金は足りるだろうか、貯金は大丈夫だろうか、病気になったらどうしよう。老後の不安はまだ先の話のようでいて、気がつくといつも心のどこかにあります。では、年金も医療保険も社会保障もなかった江戸時代の人々はどうやって老後を生きていたのでしょうか。きっと今よりずっと不安だったに違いない、そう思うかもしれません。でも歴史を静かに見ていくと少し違う景色が見えてきます。江戸時代の老後は決して楽ではありませんでした。病気もある、事故もある、飢饉や災害もある。それでも老後が怖すぎて生きられないという不安は今ほど社会全体を覆ってはいなかったように見えるのです。なぜでしょうか。今回は江戸時代の老後を美談として描くのではなく、人々がどのように不安と付き合い、どうやって年を重ねていったのか、その現実を現代の私たちの暮らしと重ねながらゆっくり考えていきます。江戸時代に老後はあったのか。江戸時代には現代のような定年退職という考え方はほとんどありませんでした。人はある日突然社会から引退するのではなく、できることをできる形で続けながら少しずつ役割を変えていきました。老後とははっきりとした境界線のある時期ではなく、暮らしの延長線上に静かに続いていく時間だったのです。家族の中での老後。江戸時代の老後を支えた大きな柱の一つが家族でした。親と子は生活の場を共有し、完全に分断されることは少ない社会でした。親は知恵や経験を渡し、子供や孫の世話をする。子供は親を一方的に養う存在ではなく、共に暮らしながら支える。老後は個人の問題ではなく、家の中で分かち合う時間だったのです。長屋、村という近さ。家族だけで全てを支えることはできません。そこで重要だったのが長屋や村といった近い距離の共同体でした。誰が困っているか、誰が具合を悪くしているか、それは特別に調べなくても自然と伝わる距離でした。完璧ではありません。でも完全に孤立することも少なかった。老後の不安は孤立した瞬間に一気に大きくなります。江戸の暮らしはその孤立を生みにくい構造を持っていました。お金との付き合い方。江戸時代にお金が不要だったわけではありません。
ただし老後の備え方は今とは違っていました。大きな貯金よりも人との信用、小さな仕事、助け合いの関係、これらが生活の安全網でした。働けなくなったら終わりではなく、形を変えて関わり続けること、それ自体が老後の備えだったのです。老後の不安はなかったのか。もちろん江戸時代に不安がなかったわけではありません。病気もある、災害もある、貧しさもある。ただ不安の扱い方が今とは違っていました。不安は一人で抱え込むものではなく、暮らしの中に分散されていたのです。だからこそ人を押しつぶすほど大きくなりにくかった。それが江戸の老後の現実でした。未来の子供たちのために、最後に少し未来の話をしたいと思います。私たちは老後の安心を個人の責任として背負いすぎているのかもしれません。すべてをお金で解決し、一人で備えようとする。その社会をこれから生まれてくる子供たちにそのまま渡してもよいのでしょうか。江戸時代の人々が残したのは完璧な制度ではありません。それでも不安を分け合う生き方を残しました。もし私たちが未来の子供たちのために何かできるとしたら、それは全てを一人で抱えなくていい社会を少しずつ取り戻すことなのかもしれません。老後の安心とは未来のどこかにあるものではなく、今の暮らし方の中で静かに育っていくもの。そのことを江戸時代の老後は私たちに教えてくれています。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。